おはようございます。画家のぎそです。今日の動画はですね、人物の顔の部分にかなりピックアップして描いてみたという動画でございます。こちらですね、しっかりとこの人物の顔の部分、さあ最終的な描写どうやって描いていくのかなとかっていうところ、あんまり自信ないなとかっていう方、ぜひこういうのを参考にしていただければと思います。ぜひじっくりごゆっくりご覧ください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。顔の部分にぐーっとこう寄って、録画をしました。1時間46分が100分ちょっとかなっていう感じですけども、それをぐーっとまとめて20分ちょっとにいたしました。まず、影のとこだけをしっかりと水をつけて、そして目の中にも入っていく影の部分、またこれは土台を作っていく作業ですね。平筆でやっております。キャンソン紙という紙にやっております。皆さんそれぞれの自由な紙でいいと思いますよ。思い切っていきましたね。ブルー系を着ました。わー、勇気がいりますね。皆様できますか？なかなかこういった勇気がね、あるのかないのか知りませんが、これぐらい思い切ってね、にじましていくということもしてみても面白いですからね。こういうのやって土台を作っていく。ちょっと透明水彩が連投になっているのかどうかちょっと公開状況わかりませんが、これ3本連続ぐらいで人物を実は描いているんですよ。で、ちょっと実験をしたいことがあって、繰り返して同じようなことをやっぱやってしまう癖が髪の毛まで来ました。ぐわーっと。面白いですね。こうやって水がシューッと馴染んでいくという、面白いなと思います。そして緑なんかも入れてみたりとか。こういうところがですね、なかなか皆様勇気が出ないっていう方も多いかもしれませんけども、せっかく透明水彩なんか使ってんやったら思い切ってね、面白いことやってみてもいいんじゃないかなというふうに思いますよ。なかなか私自身も楽しみながらこれやっていますもんね。ちょっと時間が経つと色も落ち着いてきますから、思い切って、塗られてみてもいいんじゃないかな。うおー、紫か。面白いですよね。水がでにじんでいく感じがうわーっていう感じですね。面白いなと思います顔の部分のちょっとこういう、輪郭というか明るいとことのグラデーションみたいなのは水をつけただけの筆で描いていってますね。影の部分とかも少し土台を作って、左上の背景の方も少し描いていって、勇気がいるなーって感じでしょうかね。この辺の土台の作業っていうのをね、なかなか言葉にして、説明するの難しいところもあるんですけどね。顎の部分とかまだ絵の具乾いてないかもしれないから、ちょっと慎重になりながら背景だけをドンと置きました。またグラデーションをちょっと水だけでやってみてとかっていうことをしていきます。とにかく顔の部分のディティールのところも書き込みを今回お見せしておりますので、そういったところを参考にされる方はぜひ参考にされてみてください。知らないわ、知らんわっていう人は無視していただいて結構ですよ。もうこういうのはもう本当にもう選ぶのは皆様ですから自由なんですよね。もうそういう時代だと思います。なんかこうしろああしろじゃなくて、こんなもんねやこんなもんねや、そしてそういうのがね無料で見れるありがたいなんて言われたら別にね、おじさんなんかなんぼでも見せますよって感じですから、そんなね気にしないでください。もうキャリアとか経験値とかですね、もうそういうのはもうね、今までやってきたことなんで、おじさん負けませんぜっていう感じですので、全然見せていってもいいと思っていて、昔から学生さんには見せてたりしたんで、別になんとも思ってないんですね。こういうのね書いているのも全然見せたりもしますしね。で、鼻の方の影とかも少し慎重に、この辺りは少し慎重になりながらつけていっております。ですね、今日何の話しようかな。もう話すネタもあんまないんですけども、受験のシーズンですね。皆様、どうですか？受験なんてね、もう遠の昔に、でも大昔に終わったなと思ってたら、27年ぐらい前かと、神戸の地震があった時に私浪人生だったんでですね、その時期になると1月の17日、今日18日にこれ録音してるんですけど、そのことを思い出しますもんね。ちょっとこの辺いろんな色を混ぜていってますね。面白いですね。ちょっと置いてそれが水によってふわーっと広がってて、またほっぺたのとこグラデーション頑張ってつけて思いますね。1月の17日にですね、朝5時何分でしたっけね、私浪人してたんですけど、関西の方で大きい地震あったでって住んでたアパートメントっていうかの大家さんが私のとこ来て、僕テレビがなかったからですね、おじさんが起きてとか言われて、どうしたんですかって言って、
ちょっとテレビ見においでとか言って、大家さんのとこでテレビ見たら、そのね、神戸の方が、えらいことになってて、で、まあ、親とかに、奈良にいた親に連絡しても、なかなか連絡がつかなくて、ね、どういう状況なんやろうって、多分その当時はそうだったですもんね。ということが、やっぱり受験の思い出の一つですね。センター試験終わったすぐの後ぐらいにそういうのがあったりとか、あとは大きかったのはある宗教団体がですね、これ首の方が出てます。顔の話せえやって感じですね。すみません、こういう人ですので、適当な雑談とかもしだします。まあ、浪人が終わって、3月のドライヤーで完全に乾かしていってますね。顔のところはほぼ真っ白、ほぼ真っ白ですね、明るいとこね、そういう風に残していってます。3月の20日、受験が全部終わったのが3月の17日かなんかやったと思うんですけども、まあ、東京芸大の発表を待って、まあ、その年は東京芸大ダメ、こんなちょっと白っぽいなんかクリーム色みたいな透明色があったので、透明水彩ですね、ちょっとこういうの薄く塗っておこうかなと思いました。もうちょっと血色よくしとけばよかったなっていう後悔はあるんですけども、ちょっと思い切って今回は影と明るいとこと暗いところのコントラストが強く、そして明るい中の描写を見せるということをどっか僕の中で主眼に置いて今回、動画を作っております。まあ私の話うるさかったら消していいですよ。ミュートにしてくださいね。もうね、なんかそういう浪人時代が、3月の20日、3月の17日ぐらいにあって、二次試験後期試験が終わって東京芸大なんてね、ぜひね、ブルーピリオドっていう漫画、もうこれを公開している時には僕は読んだでしょうか。僕が受けた時は2700人受けて60人合格という45倍という倍率で、今もう半分ぐらい、18倍とか19倍ぐらいになってるとか聞いて、わあ落ちたなと思うんですけど、私の時45倍でしたから。で一次試験が終わって、それで二次試験が終わって、よし遊ぶぞちゅうて3月の20日に遊びに行こう思っても覚えてますわ。池袋の駅に行ったらものすごい警察官がいて、何が事が起こったんやっていう感じで、そしたら、とある宗教団体が地下鉄に何か撒いたみたいなことがあったのが私が浪人時代ということなんで、もう27年も前の話かっていう感じですね。髪の毛を描いていってます。やっぱりこう世紀末とかっていうね、1997年で世紀末思想っていうのがあって、でそういうのの報道とかでやっぱりこうね、ノストラダムスの大予言でどうちゃらこうちゃらとかそういう時代でしたもんね。そういうのが不安で、なんかね宗教の方に入ったら利した人もいたのかなっていう感じですけども、そういう時に浪人してました。髪の毛を描いていってます。全然絵の話してませんね。まあなんかいろんな実験をしていく中で、今回明るい、顔の中を描いていこうという描写をしていこうと。私自分の動画とか見返さないんで、こんな話してたなって後で気づくというか、コメント欄で気づくことがあります。皆様の青春時代はどんな感じでしたか？受験とかどんな感じでしたか？お下げをしていってましたか？学ランを着て、大きいボンタンを履いていってましたかね。もうそういうのもね、なんかいろいろ時代によって違うんでしょうね。センター試験というのから全国共通テストみたいに名前変わったんですけど、実は内容ってあんま変わってないような気がするんですけどね。どうなんですか、受験生の方は。よく知りませんけども、唇を描いていってます。ここのところはちょっと黄色、歯だけは塗ってませんけどね。こういうとこちょっと今回丁寧に、ディティールを描いている瞬間みたいなのはすごく丁寧に見せていこうと思いますので、カット割りがちょっと長くなってるかもしれませんけども、いつもよりもよりディティールを描いていっているところは丁寧にお見せしていってます。まあ、もちろんこういう作品とかは展覧会とかで発表したりとかできるので、ある程度しっかり描いたりとか、この絵に関してはどっちかというと顔は描くけど周りはざっくりみたいな、なんかそういう風に意図的にかっこいい感じにならんかなと思って書いて、特にだから顔のところに動画は集中的に動画制作にいたしましたね。そういう感じで考えると27年もあっという間ですよね。もうほんとあっという間やからね。まあ、なんでこんな話してるかというと、なんか昨日おとついぐらいに、大学入学センターなんとか試験があった時に、東京の私が受けたのは医科歯科大かなんかやったんですよね。だからあの辺りの人は医科歯科大か東大かどこかで受け
てるんですよ。だから僕の周りにアパートメントの周りにいた浪人生なんかは東大で受験するとか言って喜んでたセンター試験ですけど、仲間がいたような記憶があって、俺理科歯科大やとか言って、なんかどこやったかな、お茶の水やったかな、なんかその辺の駅やったような記憶があるんですけども、そういうところで受けた記憶があります。っていうことで、今目の方を書いていってます。本当にあっという間ですからね、受験っていうものが全てではないですからね、本当にもう大学生を教えていて、なんかこうあんま大学批判みたいになっちゃうと良くないんですけど、年々ちょっとなんか夢はみたいな、なんかなりたいもんないのとか聞いて、それで答えれる子が少なくなってきたような気がしているのは私だけかな。気のせいかな。夢を追いにくい世の中になってしまったのかな。わかりませんけどね、ちょっと大学批判みたいになってしまったら申し訳ないし、学生さんなんかに話を聞くと、なんかちょっとね、っていうのが私の中であるんですよ。気になるんですね。なんか20歳そこそこのね、19、18ぐらいの子もなんかやりたいことが3つぐらいあった方がいいと僕はよく言うてるんですけどね、後で変わってもいいやんかって言うんですけども、なんかいろいろ変わっていってもいい。私なんか今3つぐらいやってますもんね。書きもやり、先生もやり、YouTuber もやりっていうわけのわからん生活してますから、なんか生き方みたいなのってね、それぞれもう年取っていったら変わっていったりもしていいと思いますし、そういうなんかあまり凝り固まらない、なんかその悲しい事件が起こったからなんてね、そういうのを思ったりしますし、皆さんどういうご意見ご感想等をお持ちなのか分かりませんけども、勉強だけが全てじゃないよっていうことですよね。で、目をぐーっと描いてきました。ちょっと目のね、もっともっとよりで撮れる技術を身につけたいなと思っているんですけども、スマートフォン1台を固定でずっと撮っているので、なかなかそういった技術がまだありませんが、たまに下の方に置いたりして撮るんですけどね。なんかですね、本当になんかコロナ禍になって、その精神的になんかちょっとやっぱり複雑になったりする人もいがちかもしれないですけどね。いつか皆様が自由に、私も含め移動しやすい環境に早くなりたいなと思いますよね。なんかね。で、鼻のとこも描いてってます。だから薄く塗った黄色い色が明るい色で、ちょっと若干今回怖い絵になってるかもしれませんけどね。強めのハイライトボンと。私よく動画の中とかでも言うてるんですけど、光の設定ってすごい大事ですよっていう風に言いますよね。特に人物描くときなんかすごい、それによってその描かれる絵の印象ってめちゃくちゃ変わります。めちゃくちゃどっちかちょっと柔らかい光じゃなく、こういう風にコントラストをガンってぶつけることによって、ものすごい優しい人な、このモデルさんしてくれてる人はそうなんですけど、ものすごいなんかね、ぐぐっと強い女性みたいな感じになるんですけど、よく寝坊してうわーすみませんとかって言ってくる人なんですけどね。髪の毛も描いていってます。眉毛も描いていってますね。眉毛描くとだいぶ印象変わりますけどね。こんな感じで、透明水彩も薄く土台をつけながら細かいディティールを描いていってますが、やっぱりこれだったらちょっと全体的になんとなく暗めのなんていうんですか、能面みたいな顔じゃないですか。血色がないようなね、恐ろしい感じがしますよね。後ほど少し血色を上げていきますので、少しお待ちください。髪の毛輪郭を外側からぐっと強めたり今しました。で、この辺ここにぐっと影を描いて、これは思い切った稜線を引きますよ。強い線ぐーっとね、こういうの勇気いりませんね。私もこれ勇気いりました。おじさんだって勇気がいるんですよ。ちょっとこれぼかしてあげたりします。ちょっと下の絵の具を引っ張りそうになってたんで、うわ失敗したと思いながらですね、フィクザチフでもつけりゃよかったななんて思いながら、絵感を持って、どんどん描き進めていくわけですね。この辺とかね、ちょっと下の絵の具を何回か塗るとやっぱ取れていくんですね。だからこの辺慎重にやっていってますよ。という感じで顎の男の影なんかも描きました。そして髪の毛とかも少し描きながら、だいぶ描き進んで、髪の毛とかも描き進んできたのがわかるんじゃないでしょうか。今日何の話も、オチも何もない話しましたね。すみません。ちょっと受験の時の、なんかこの時期になるとちょっと受験の話になりますもんね。もう僕もなんか受験の先生も何年かやってたんで、やっぱ思い出深いっちゃ思い出深いですよね。もちろん大学の先生してるとこの時期は卒業とかなんとかってなっ
ってくるんですけど、やっぱ受験の時の先生のしんどさっていうのはようわかるんで、しんどいですよね。なんかね、もう本当にプレッシャーとかねありますもんね。なかなかこうね、なんとか頑張ってるからなんとかいいとこ大学に行ってほしいとかって思ったりするんですけどね、自分が受けた方が楽やわって最後いつも言うてました。もう自分が受けた方が気が楽やわって言ってですね、で髪の毛もちょっと強くぐーっと拭きながら一回ドライヤーで乾かしました。この後ぐらいに拭きさでちょっとやってみたのかなっていうなんか記憶があるんですけどね、そこはちょっと録画してきてませんけども、こんな感じで、全体をまず乾かして、そしてまたもう4層目ぐらいにこうなってくるから、さすがに絵の具がね動き出しますから、この辺りはちょっと慎重になっていかないとベロッとこう絵の具が動いてもう書き込みできへんっていう感じになっていきます。この辺りが透明水彩の難しいとこかもしれませんし、なんかこう重ねながら描いていくんやけども、あまり下の絵の具を動かしすぎないようにしながら重ねながらというところが難しいのかなというふうに思います。固形の絵の具に関しては昔、シュミンケであるとか、どこでしたっけ、ラウニーであるとかいくつかこう使ってみて、その中でもこう発色が強いものはこれとか、固着力が強いものはこれ、弱いものはこれってなんかねあったんですよね。今どうなってるかちょっとわからないですけども、なんかすごいそれは感じた記憶があって、逆にこう固着力が弱いからって言って悪いわけじゃなくて、拭き取りやすかったりして、案外最後の書き込みで拭き取って筆に水をつけてぐしゅぐしゅぐしゅっとやったりしたら拭き取れて結構書きやすいよとかっていう絵の具もあったりでしました。発色強いけど固着力弱いぞとか、今はちょっと何が何だったかは覚えてませんけども、なんとなくそれは感じながらやってました。その時々の対処法みたいなのは自分なりにちょっとこれこうやからこうしようかなみたいなのは、自分なりに少しそういう判断ができるようになってくると皆さんも上達していきますよ。なんかいつもと違うわねだけじゃなくて、これはこうやからこうなんちゃうかみたいなありくつっぽいおじさん嫌ですね。だいぶ目が出来上がってきたの分かりますか？これでもまだちょっと血色悪いかなぐらいの感じですけども、それでも寒色系が少しちらほら見えるぐらいの全体的には黄色っぽいの塗ったけど影の部分は寒色系みたいな感じになっているなとかで、髪の毛とか細かい描写をしていこうかなとかっていう感じになっていってます。でこの辺からちょっとハッチングと呼ばれる方法を使い出してます。ちゃんちょっとこうパレット見せているのはそういうことですね。こんだけちょっと不透明の白ですね。これはポスターカラーの白と赤を混ぜて、なんとなくピンクの白っぽいのを混ぜたような色を使うことによって、なんていうか本当に薄く微妙なで、それでハッチングをしていく。私はこんな方法を最近使ったりしています。こんな感じでちまちま描いていくと、微妙なこのほっぺたのところ一番大事かなと思ってましたんで、ここのところにちょっと青っぽい色が下地からちらほら見えてきて、その上にピンクっぽい反対色で塗っていってということをチラチラちまちまやっていく。ほとんどもう見えませんもんね、こんなんね。皆様から見て何しとんねんって感じかもしれませんけど、そんな感じでちまちま描いていくと、おらら出来上がってきたぞ。ちょっとほっぺたの色がね、何色かわからないけども、人の肌に見えますわみたいな感じになってきた感じがいたしませんか？この辺もね。だから僕もなんか1年間ちょっと2年近くかな、もうすぐやってますけども、自分でやりながらやっぱり実験を繰り返しながら、また自分の新しい方法とかを見つけ出す。いいですね。カツカツコツコツ、違うね、カツコツがコツコツ、違う、何だっけ、森脇健児さんの忘れました、コツコツがカツコツ、思い出しましたよね。久しぶりに言うたら忘れるもんですね。でこういうところなんかも微妙にこう書いていって、本当にそれによってグラデーションをつけているというか、もうなかなか下の絵の具が動いてしまうので、もう書き込みになってきたらこうハッチングの方が相性いいかもしれんなっていう感じで、私なんかはそんな感じで最後こう書き込みをちまちましながらディティールを詰めていったということでございますどんな状況になってもなんかそこで対応して対処していくっていうのが面白い絵を描くことの面白さでもありますし、それは人生においてもかもしれませんもんね。なんかそれ楽しいですもんね。なんかね、失敗したと思ってやめた諦めたって思うか、そこでなんで失敗したのかなとか、何かいい方法ないかな、なんかないかなって考えることが面白くないですか皆さん。私なんかそういうタイプなので、そこでなんでやあかん、うまいこといかんとかっていうふうに考えたりします。技術に寄りすぎてしまうと、今度は、なんかそれをこういう風にやったらいいですよとかってあったりするかもしれないですけど、
なんかこう技術に寄りすぎると意外と成長が遅い人っているんですよね。技術的には合ってるから絵がいいはずだみたいなことを言う人案外いるんですよ。これはなんかこうなんていうか浪人とかしてても、浪人時代とかも結構そういう人いました。だからこれはこうなんだよとかって言っても、その人の絵案外良くなかったりするんですよ。そういうのを分析し続けるという、もう性格の悪いね、本当にね、もうひん曲がりまくっている人間ですから。人間ってなんでこんなひん曲がるんですかね。そういう人でございます。そして髪の毛とかも描きながらなかなかいい表情描けたと思いませんか？僕は案外いい感じで描けたなと。この人自身の性格とはちょっと違う感じのものすごい明るい子なんですけど、何かこう闇を抱えたようななんかね、雰囲気みたいなのが絵の中で表せたんじゃないかなと。実は心に闇を抱えている若者というのはっていう感じで、ね、大体不安がありますよね。大人になっても不安ありますよね。皆様年金も潤沢にいただいてますか？わかりませんが、今適当に言いましたが、洋服のちょっと茶色い色も少し置いておきました。顔を中心なので服とか髪の毛とかは今回少し短めですけども、この辺とかを最後まだまだ描いていきながら微妙なトーンを描いていって、これをハッチングというんですよ。細かい線とかを使って点々点とか線々線とかっていう感じで使って、で、それがグラデーションとかになっていく。鉛筆デッサンとかでよく言われるんですけど、テンペラ絵の具とかで結構やったりするんですね。それの方法をやっているだけなんです、水彩画で。だからそういうのも水彩画でやろうと思えばできる。これがハッチングなんだっていう感じかもしれませんよね。でそれで微妙な調子とかをつけていって、ディティールを描いていって、目なんかこれね、白目の中の白目のとこだけ塗り残したんです、今ね。こんなもんね、何をしてんねん。鼻のとこの一番鼻の中のハイライトの鼻を描いてるというの見えませんよね、こんなんね。とかっていうことをやりながら、最後に詰めていっているわけでございます。これ皆様も本当ちょっと水彩なんかやったら油よりも描写とか細かい描写とかはしやすいと思います。筆さえ良ければ、あとはしっかりとこう絵の具作って、もう初めは水でシャッバシャバに溶いて、ですね、このパレットが見えていますけども、こういうのとかね、白をちょっと混ぜてみてもいいんじゃないですか。絵が良ければ僕いいと思います。これ髪の毛明るいの描いてますね。ポスターカラーの白とか使ったりと、透明水彩の、白ですね。チャイニーズホワイトって書いてあったかな。何ですかチャイニーズホワイトってね。中国の白ってどういう意味なんですかね。よくわからないですけども、こんな感じで髪の毛の明るいのも描いていきながら、最終的に密度を上げて完成といたしました。洋服のところは今回ザクザクと描くということがテーマでした。またほら、もう肌の色をまた作り直している。ね、で白で水でたっぷり溶いたのでハッチングでじまじま微妙なグラデーションとかをもうなかなかこう絵の具が何層も重なってきているので塗れないな、困ったなっていう時はこういったハッチングみたいな方法を活用されて顔なんか描いてみたらちょっと写実的に描くことができるんじゃないかなという感じがいたします。で暗い色も少しちまちま描きながらちまちまうわ細かいわ、これぐらい塗ったらちょっと不安になるんですけどね、濃いなって感じで塗ってしまったら、でこういう紅とかもですねちょっと描いて、歯なんていうのもちょっとほんの少し描いてとかっていう感じで、密度を上げていきながら、最後はぐーっとダイジェストでまた短くしたバージョンをお見せしますので、それを見るとこんな段階そういえばあったな、でも今ほっぺたの色とかなんとなく人の肌になんとなく馴染んできたことが分かってもらえるんじゃないかなと思います。多分、早送りのとこを見たらあれっていう感じがだいぶ色が変わったぞっていうか微妙な書き込みをすることによって複雑さが出てきたぞっていうことが皆様に見ていただけるんじゃないかなというふうに思います。こんな感じで、完成としました。最後40秒のダイジェストをご覧いただきながら皆様とお別れしたいと思います。こんなに緑とか青を塗っていたのに最終的にはなんとなく描けたぞということで、以上とさせていただきます。すみません、雑談がひどかったです。クリスチャン・ダッセン。
どうだったですか、顔の方にぐーっと絞ってお見せしましたので、結構分かりやすくなっているんじゃないかなというふうに思います。本当に微妙に描くところは微妙に、グラデーションつけるところは微妙にこうグラデーションつけていくというところがよく分かったんじゃないかなと思いますので、丁寧にこういうところ人物の顔多分難しいと思いますので、人物ぜひ頑張って、描かれてみてください。それではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。